前回はセントポルタ中央町の太田さんに中心市街地の歴史を写真で紹介してもらいました。今回もまだまだ大分市中心市街地の移り変わりを見ていきましょう。だからここのそうです。この商店街の部分が埋まってけど、でかくなったでかくなったドームができてっていうのがこちらですね。これの多分式典の時の写真だと思います。まあでも当時はやっぱ商店街って言ったら竹町さんだったんですよね。町長ももちろんあったんですけど、で一緒の時期にアーケードもやってるんですけど、まあ記録として残ってるのはやっぱ竹町さんの方がいっぱい記録が残ってるっていう。すごい人数ですね。密ですね。密です。これも密。はい。でも未だにありますね、三井さんとか、もうちょっとなくなったお店もありますけど、はい。矢野メガネさんもありますし。へえ。そうです。まあこれはね、もう今のこの海岸と一緒ですよね。になったよっていう。これが平成7年から8年にかけてですね。そうです。で最後は僕も懐かしいですね。若い頃大分駅の車線めちゃくちゃあるじゃん。もう何年あったかはもう記憶ないですけど。何車線あるんですか。めちゃくちゃ記憶の僕の記憶だと8番まであった。もうこれはなんかお問い合わせくださいっていうやつじゃないですか。もうわかんないですけど。今いくつぐらいなんでしょうか。今4とかじゃないですか。何番線まであるかな。僕でこの頃が僕多分8とか9だったような気がするんですよね。はい。10まであったかなっていうちょっとわかんないですけど、今4番じゃないですか。1、2、3、4とかじゃないですか。ですね、今ね、そうですね。4つあって、1、2、3、4、5、6、7っていう。だから車線としては4つになるんですかね。ということで詳しいお話を聞いてきました。はい、17線ございました。国鉄時代から、平成何年ぐらいだろう、24年に公開になりましたので、旧駅ビルを取り壊す時までですね。私もまだ若かりし頃だったので、よく記憶にあるんですが、10時ぐらいに商業アーケードとか常盤さんとか空いた時には地方からですね、たくさんの皆さんがお買い物に大分駅を通って商店街とか常盤さんの方に流れていったような、そういった賑やかな駅前のですね時代をイメージが残ってますね。いろいろお話しいただきありがとうございます。距離あるなっていうイメージありますもんね。こう歩いてて、で端っこのレーンとか誰が乗るんやろってずっと思ってたりしてましたもんね。なんか一般の人じゃないかもしれないですね。当時は全部業者も含めてくっついてたかもしれないですね。8番が業者さんでその貨物のレーンがあるとか、それは分かんないですけど、それはありそうですね、当時だったら。そうですね。今高城駅、牧駅とかもこう何車線かバーってありますけれども、多分それのだからここにとにかく一回全部は、だからこれが中央町のその問屋がって話になるんですけど、多分ここに一回全部駅も全部集まってたっていう象徴的な多分写真だと。まだ広告少ないですけど、最後らへんなんかここすごかったですね。広告ばっかりですね。なんかそして一番大きいのはこのアミプラザ大分ができる前の駅はこういう形だったんですよね。4階建てぐらいでしょうかね。そうですね。4階建てな上あったんや。もう子供の頃下しか行かないから全く上も興味なかったですけど、まあ多分社屋やったんですね。でここに広告が最後はそうなんかいっぱいあって。こうやって見ると駅も大きく変わりましたね。変わりましたよ。もう高架化もなんか、ね、30年ぐらいかけて市がこう計画してきたっていうぐらいな話、30年選手らしいですね。そうだったんだ。それだけ大分は変わっていったっていうのと、もうこれも雑談ですけど、大分駅が、アミュープラザさんができた時に、なんで大分はこんだけ恵まれた環境にあるかって言ったら、実は知ってるか知らないかあるんですけど、まずアミュープラザができた時のアミュープラザの社長関社長なんですけど、大分出身なんですよ。でその時の駅長さんも大分出身にしてくれてたんですよ。要はすごい
連携しやすいようにしてくれてて、それは何でかって言ったらこれを紐解いたら面白いと思います。当時大分駅をここにその1900なんか10何に、実は駅って嫌がられてたらしいんです、当時。そうなんです。開業した当時。駅を作るってなると、はい、こんだけだってこんだけの土地を開発するわけじゃないですか。当時嫌がられたらしいんですよ、駅ってだからどこに作るっていうのが問題になってて、当時多分国鉄なんですけど、その時に大分のでなるべく駅はJR 設けたいわけでしょ、なるべく中心地に持ってきたいわけですよ、中心地に、でも中心地に来ると邪魔なんですよ。商売をする土地が減るわけですよ。ってなった時に大分人は、全然この大分市民は気持ちよく「どうぞ」って言ったらしいんですよ。もうそのだから1900何年の時に、意外とだから何個かここ地図見たら分かるんですけど、歴史的に稀に見る日本中にあんまりない駅から町が近いんですよ。近いですよね。普通遠いんですよ。駅から降りたら結構じゃあ熊本とかも下通り上通りとかありますけど、駅から結構遠いんですよ。でどこもそうですけど意外と遠いんですよ。1キロとか大分駅をそこに作るって言った時にいいよって大分の人が言ってくれたからそれを返さないといけないって100年選手ぐらいで大分を盛り上げてくれた。そういう歴史があるから大分はだから実は恵まれてるっていう。駅ビルができて戦いにもなってないし、取り合ってもない。利用する側も嬉しいですよね。駅降りたらすぐもういろんな買い物がその場でできるっていう。もちろん今もう社長も変わってもちろんもうアミューも商売だから今はもう商売でも走ってますけど、駅ビルできた最初の3年間は商店街とがっつりだから全部やってくれました。僕春日神社の氏子ですけど、駅寄るんですよ、みこしって。この時に関社長だから大分出身だから、もうめちゃくちゃお金かけてくれて、春日神社の立ち寄り場みたいなでっかいの作ってくれて駅前につけば逆にちょっと恥ずかしいみたいなそのぐらいやってくれて、で関社長が大分出身だから分かるじゃないですか具合が、その分かる人をちゃんと配置してくれたっていう。だから実はこの大分駅は、一般の人がどこまで知ってるかあれですけど、こうアミュープラザができたっていうのは本当に大分にとっては多分大きなことで、しかもすごいプラスに動いたっていう。でそれに商店街も一緒に同調して今やりましょう。言い方こういろんな方いらっしゃるじゃないですか、こう文化を守る方がいいとか、それも多分そういう役目のある商店街はもちろん全国ある。京都でいきなり奇抜なものできるかって多分できないと思いますけど、それは守っていく商店街もあれば、町々に関してはどちらかというと変わっていくことで生き残ってきた町なのかなとは思います。次回は APU の留学生アントニーとヘムシーを連れ商店街散策。どんな発見があるのかお楽しみに。